最近話題となっている中国人の観光客の激減というのは話題になっているんですが、外から今の日本を見て、10年前からの日本を見て、私の意見をぜひ言わせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ニュースで話題になっている中国人の観光客が日本に来なくなる。中国では日本に行くなと。相次ぎにキャンセルがある。ホテル、飛行機などなど。表では非常によろしくないこととしては報道されているんですが、私の見方がちょっと違うんですよね。これは今の日本にとって大きなチャンスがあるんじゃないかと私は思います。それはなぜかというと、約10年前から話題になった中国人の爆買い、秋葉原、心斎橋、日本のどこに行っても中国人だらけのドラッグストア、中国人だらけのあっちこっちに行くと、いろんな観光客の中で一番目立ったのは中国人の観光客。私に言わせると、一つの国にそこまで頼っていいのかどうか。観光客の中で一つの国から来られる方が30%、40%とかぐらいまでは頼っていいのか。そこにリスクがあるんじゃないかということが数年前から私は強く感じています。中国のどの国よりも頼ってはいけないことが非常に大きなポイントだと思います。昔から私はいつも言ってるんですが、日本は高級ブランドです。世界一トップレベルのブランドとして評価されているのに、非常に残念なのは、数年前から、コロナからは特にそうなんだけど、日本円がガッと安くなって、誰でもどこからでも安く日本に行ける。安く日本の素晴らしい伝統、日本の素晴らしい観光地、日本の美味しい食べ物、日本のおもてなしを、誰でもどこからでも簡単に、ひょっとしたら自分の国で遊ぶよりも、日本までわざわざ飛行機に乗って行った方が安く素晴らしいことが体験できるというふうになったのは非常にもったいないことだと私は強く感じてました。いつもこのチャンネル上で言わせていただいてるんだけど、日本は高級ブランドです。日本は安く売る必要はありません。逆に安く売らないでください。今回中国からいきなり人が来られなくなった。観光客が減ったっていうことにはなんでチャンスとしてそれが見えてるのか。量よりも質じゃないでしょうか。高級ものを作る時もそうなんだけど、たくさん作れるから質がいいと限れないんですよね。逆に手作りの丁寧な、もう日本の伝統にあるこの素晴らしいところをたくさん作れなくても世界一の質。観光からも考えると、観光客も自分の国に入れようとすると、たくさん入れるよりも質のいい人たち、自分の伝統をリスペクトする人たち、日本の文化、日本の伝統、日本のすべてをリスペクト、尊敬できる人たちを入れればいいんじゃないでしょうか。そして海外、特に一つの国、決して日本のことを大好きな国ではないんですよね。それでも日本に来る。入れてあげた人たちに舐められたり、ゴミ、奈良の歯科公園などなどのいろんなところでは問題がある、起きている中では、たくさん人を入れるよりも、質のいい人たち、日本よりの人たち、日本好きな人たち、日本を尊敬してくれる人たちを入れるべきじゃないでしょうか。私は言いたいポイントは、量より質なので、今の時代になって、こうなったからこそ、いろいろ観光に対する見方の見直すべきな時期になったんじゃないのかなと思っております。こういうことになったからこそ、見直す中では、見直すべきなところは他にあると思います。日本人の国民、日本人のサラリーマン、一般の日本人の
日本人なのに自分の国をエンジョイできなかったこの10年、円安の中で海外からバーッと来たことに、ホテル取ろうとしても値段が高い、部屋が取れない、外国人だらけでは言っても、自分の日本っていうことはもう感じてない日本人の一般の方がもっと国がエンジョイできることを考えるべきじゃないでしょうか。質のいい観光客もバランスよく取りながら、入れながら日本人の生活をアップしていくことは重要なポイントじゃないでしょうか。日本の伝統、日本の観光地、日本を大事にしなきゃいけないところ、日本の法律などを数年前から様々な日本人からも私も話を聞いてるし見てるんですけど、観光地に行っても日本のどっかに行っても日本人はいない。日本なのに。そこを見直すべきだと強く思っております。でもスティーブさん、中国人が来ないことでホテル、レストラン、免税店などなどに痛みがすごいんじゃないですか。頼ってる地域とかもいっぱいあるんじゃないですかとかって。っていうことも言われてもおかしくはないと思います。確かに、いろいろそういうところ、中国の観光客に100%じゃなくても、数十パーセントでも頼ってるビジネスがもうなっちゃった。何年前からあるのは仕方ないところもあると思うんですが、中国からの観光客が減ったからって、他から来ないと思う？逆にね、もっと日本に行きやすくなる見方もあると思いますよ。オーバーツーリズムという問題が長年抱えてきた日本。いきなり中国からの観光客の数が減って、代わりにさっき言ったように、もっと質のいい日本好きで日本に行って、日本にお金を落とす、もっと日本でラグジュアリーとしては日本に泊まりたい人が他からも来ると思う。行きやすくなると思う。逆にどこに行っても混んでるというのも観光客としてももうイライラすることなので、日本がすごいんだけど、どこに行っても中国人だらけとかってなると、行きづらいところもある。もっとお金を日本に残してくれる人たちというのは、中国のお客さんも日本に来てお金をいっぱい落としてくれる、いっぱい使ってくれるところもあると思うんだけど、中国の外資が中国に戻ることも結構すごいんだよね。それがあるので、バランスのことですよね。観光に。オーバーツーリズム、円安、このダブルパンチで、円安があって、オーバーツーリズムになって、日本を全く尊敬したくない。日本のルールは関係ない。日本のことを悪く言いながら日本に行こうとする。安いから。日本行きやすいから、何でも、もう行きやすいからって行くっていうのはよろしくないことなので、今は本当に他の国の人たちにアピールすることと、日本国内に力を入れて日本人にもっとアピールすることが一番その分岐点だなということは私は思っております。最近 X に流れる動画の中で見るのは、この間まで、つい最近までめちゃくちゃ混んでて全く動けなかった日本の観光地が少し緩和っていうか少し動きやすくなったところ、オーバーツーリズムで全く動けない、どこでも行っても混んでいるっていうのもちょっと落ち着いたところ、ゴミ。昔は全くゴミのない日本。外国人から見てゴミがない。こんなに人いるのにゴミが落ちてないところがこの数年前からゴミだらけになった。日本はこのオーバーツーリズムには原因があると思うんですよ。それでまたオーバーツーリズム、観光客が減ったこともゴミ、喧嘩などの問題、万引きなどもいろんな詐欺、白タクなどの問題が少し消えるんじゃないかということもあると思うので悪いことではないと感じます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今年7月にこの本を出しました。今日のトピックは直接そういうことじゃないかもしれないんですが、ポイントがあります。愛国心のことですよね。アメリカのことを愛しているからこそ、外国人としても日本のことも愛することも可能なんです。
リスペクトすることは可能です。日本をリスペクトしない人たちを入れても、日本をリスペクトしてくれると思う？舐められることになっちゃうので、もっと質のいい人たち、日本を本当にもう好きでもう行きたい人たち、リスペクトできる人たちを観光客としては入れるべきだと思います。バランスを取りながら。でも何よりも大事なのは日本の国民、舐められてきた日本人の国民を持ち上げること。一人一人一生懸命働いてる人たちをもっと自分の国なんだから、もっとエンジョイできるような環境。観光客もバランスよくこういろいろやりながら日本人を持ち上げることは大事なことだと思います。自分の国愛があるからこそ、日本をもうリスペクトするからこそ、それが自信持って言えることです。そうなっていただきたいですよね。日本国内はもっと日本人の国民のための国なので、外国人として行かせていただく。行かせていただいている中で、エンジョイをさせていただいている日本人のゲストであることは私の頭だし、私の周り、日本好きな外国人の中で同じような頭を持っている人が多いので、そういう外国人をどんどん入れてください。まあ、いろいろ辛い中ではあるかもしれないんですが、大きなチャンスとして、私は見ていることを今日言わせていただきました。日々、先進、前向きに、サムズアップ的に、笑顔で、お互いをリスペクトしながらやっていきましょう。本日のご視聴誠にありがとうございました。ではまた次回まで失礼いたします。